ハロー YouTube! 久保田夏のアンテナ。ということで今日は5フォース分析について話をしていきます。5フォースっていうのは力っていうことを表してますね。力関係を表しているのがこの5フォース分析で、実は企業同士で起きている競争の中には12345つの力関係の均衡状態っていうのが保たれているよと、その図を表したのが5フォース分析になります。これを提唱したのはですね、マイケル・ポーター競争の戦略というものの中で紹介されている概念になっています。これをまず説明するために競争のところから説明をしていきたいんですけど、この競争もですね、なるべく極端に考えましょう。極端に考えると基本的に分かりやすいです。完全競争と完全独占っていうこの極端な状況を想定してみましょう。例えばですね、完全競争っていうのは多くの競合がもう大量にいる状態。完全独占っていうのは1社しか提供してないよっていう状態なんですけど、直感的にも完全独占の方が利益率が高いってことは分かるはずなんですね。これはなぜなんでしょうか。なぜかというと、定価でそのまま売れるっていうのが大きいからです。定価でそのまま売れると基本的には利益率が高い状態になってくると。利益率が高い状態で保たれると当然なんですけど、その企業は発展しやすいですよねということなんですね。例えば、島の中に10人の男の人がいて1人だけ女の人だったとしたら、その女の子は絶対モテるっていうことなんですよ。これ例えばなんですけどね、文系の女性よりも理系の女性の方が実はめちゃめちゃモテたりするんですよね。なぜかっていうと、クラスに男性しかいないんで、もうこれ完全独占なんですよ。もう完全マドンナ状態みたいになっちゃうっていうことなんですね。で、この完全独占と完全競争っていうのを考えた時に、企業はじゃあどこのポジションを取ればいいかっていうと、完全競争はやめた方がいいですねっていうのがまず前提にあります。完全競争からいかに完全独占の方に近づけられるかということが大事だよってことを言ってて、それを考えるためには実は売上が企業にとって目的じゃないですよねっていうところから話さないといけないと。売上じゃなくて企業が求めてるのって利益ですよねっていうことなんですよ。じゃあこの利益を上げるためにはどうすればいいか。これはこの12345の5つの力のことを熟知して、そこに対しての対抗策、どういうふうにやればいいかっていうのを経営戦略の中で取り入れるってことが大切ですっていうのが5フォース分析です。この具体的な例はパート2で紹介していきます。マーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。